ご視聴ありがとうございます。ゆうたびです。京都2日目ということですでにホテル前からスタート。この動画を最後まで見ていただけますと、ザ・ホテル東山がじっくりわかりますので、ぜひ楽しんでいってください。このチャンネルはコスパのいいホテルやちょっと贅沢なホテルなどを紹介していきます。国内旅行やホテルステイが好きな方はチャンネル登録してくださいませ。こちらが車寄せ。なお、こちらのホテルは駐車場がありませんのでご注意を。東急ホテルズ&リゾーツが運営するザ・ホテル東山京都東急。こちらに1泊お邪魔させていただきます。なお、東急ハーベストクラブのリザーブ京都東山も同居しています。こちらがホテルの入り口です。少し奥まっていて隠れ家的な雰囲気が。入り口を横目に先に進むとホテルの中庭があります。過ごしやすい気候の時はここでゆっくりするのも良さそうですね。先ほどの入り口から進んですぐにホテルのロゴが描かれたドアマットがお出迎え。そのまま先へ進んで施設の中へ入りましょう。こちらがロビーフロア。右手には何やら和柄の光る柱のようなものもありますね。こちらがレセプション。早速チェックインを。手続き中。実は今回自分は後から入ったのでルームキーを受け取るだけでした。エレベーターの操作にはルームキーをかざす必要があります。セキュリティも万全。宿泊階である2階に到着したようです。2階のエレベーターホール。そしてこちらが廊下。白川の水の流れと揺らぎをイメージしたデザインのカーペットだそう。こちらがアサインいただいた230号室。ドアの上にはおしゃれなルームランプも。早速中に入ってルームツアースタートです。お部屋に入りました。すでにわかる、この部屋はラグジュアリーだ。今回のお部屋の位置と避難経路はこちら。DD カードが特徴的なデザインですね。入り口周辺は後ほどとして、まずはベッドルームへ。こちらがプレミアツインのお部屋。広さは公式情報だと幅がありますが、大人な空間。眺望は、正面にはお隣の家ですね。そして眼下には阿波田神社の鳥居と参道。某刀剣作品のファンの方には馴染みのある場所じゃないかな。窓際から室内を見渡すとこんな感じ。ベッドルーム、やはり広いですね。部屋のカーペットも先ほどの廊下と同じデザイン。ベッド幅は 110cm とワイドシングルサイズ。枕は2種類用意されていました。恒例のベッドチェック。シーツ、ベッドパッドと続き、マットレスはシモンズのビューティーレストが採用されていました。ベッドサイド、向かって右側から見てみましょう。ヘッドボード埋め込み型の読書灯と充電用 USB ポート、LAN ポート、電源コンセント。ベッドサイドのランプをつけると水面のような美しい模様が。高級感がすごい。テーブルの上に書籍がいくつか。まずは歌川広重の図録。町田久美氏の画集。三好もののけミュージアムの妖怪画集。次は左側のベッドサイドを。基本的に同じ感じですが、客室内電話機や照明操作が多いですね。BOSE製の Bluetooth スピーカーも設置されています。こちらのテーブルの引き出しにはホテルロゴ入りの何かが。
筆記用具となっていました。窓際にあるこちらのテーブル周辺を背もたれがおしゃれな椅子が2脚、テーブルの上にいろいろと置いてありますね。こちらはチェックイン時にいただいたもの。カードキーのホルダーがしおりみたいになっています。こちらがカードキー。木製なのいいですね。朝食券。東急ホテルズの朝食なので期待大。ホテル内の各施設等の案内、Wi-Fi の接続情報も。Wi-Fi の速度はダウンロードが 21Mbps、アップロードが 23Mbps と結構遅め。こちらの木箱、開けてみるとティーバッグやらコーヒーが入っていました。こちらはなんと総支配人様からのメッセージカードでした。ほうじ茶フィナンシェ。こちらは総支配人様からかな。テーブルからもすぐ近く、窓のところにはシャープ製の加湿空気清浄機も。今度はテレビ側を見ていきましょう。前室禁煙ですのでご注意を。テレビのリモコン、スマートテレビ対応でした。クローゼットはオープンタイプ、きれいに揃えられたハンガーがかかっています。足元にはバゲージラックとチェストが。ナイトウェア、こちらはセパレートタイプとなっていました。東急ホテルズの取り組みのグリーンカード。こちらの引き出しを開けてみるとランドリーバッグが。ランドリーサービスのプライスリスト。こちらには洗面台が。オープンスタイルっておしゃれですよね。シンプルにまとまっているのもなおよしです。バスタオル、フェイスタオル、ボディタオル。アメニティどこだろうと思っていたら、なんとここ開くのね。鏡向かって左側から見てみましょう。グリーンカード同様、東急ホテルズの取り組みのグリーンコイン。アメニティはこちら。歯磨きペースト、このタイプ苦手なんですけど、同じような方いますか？右側には酒蔵発のスキンケア用品、ミヌカのスキンケアセット。洗面シンク周り、グラスすらスモークがかってておしゃれです。ホテルロゴ入りのフェイス&ハンドソープ。ハンドタオル、今治タオルとなっていました。こちらの引き出し、中にはミネラルウォーターや電気ケトルなど。こちらは扉になっていました。中には冷蔵庫が。冷蔵庫の中は空っぽでした。こちらのチェストも見ていきましょう。結構ふかふかな履き心地の室内用使い捨てスリッパ。ヘアドライヤーはサロニア製でした。折りたたみ式のスタンドミラー。引き出しの中は上段は空っぽ、下段はセーフティボックスでした。お部屋入ってすぐの足元周りにもいろいろと用意されています。レオエアーの除菌消臭スプレー、シューホーン、ブラシ、シューシャインクロス。館内用のスリッパもありました。最後はこちらの扉の中を。ちなみに全身鏡はこちらにありました。お部屋入ってすぐ左手にある引き戸の中は程よい広さのお手洗いとなっていました。ペーパーホルダーは2ロールタイプ。ここに物が置けるの地味に嬉しい。ウォシュレットはリクシルのイナックスブランドが採用されていました。
ベッドルーム側のこちらのドアの中にはバスルームと脱衣所ですね。ランドリーバッグも。バスルームは落ち着いた色味の雰囲気がいい感じの作りになっています。バスタブがちょっと狭めに感じるかもしれません。レインシャワーも完備。ハンドシャワーは水流が切り替えられるタイプ。5種類の水流ですかね。シャワー切り替えはハンドルタイプなので気をつけて。バスアメニティ、中は何が使われてるかは分かりませんでした。他のお部屋もご紹介。こちらはスーペリアカテゴリー、シャワーブースのようですね。デラックスタイプ、アクセシブルのお部屋もこちらにありますね。プレミアとエグゼクティブ、プレミアも他のお部屋はシャワーブースのよう。スイートルーム、東山がパンパシフィックに名称変更されてました。バリアフリー対応状況、部屋数が少ないのが難点ですね。詳しくは問い合わせするのが良さそうです。東山駅からホテルまでのバリアフリールートも公開されていました。ルームツアーは以上です。お昼に食べたお食事を紹介します。神社巡りの途中に寄った熊野神社の目の前にあるカレーハウススパイシーです。メニューにお店の紹介やこだわりポイントが。スパイスカレーは食べる漢方、全くもって同意です。座席はカウンター含めて20席とこじんまりとしています。壁のあちこちにメニューが貼られているので見てて楽しい。オーダーしたカレーが完成しました。手仕込みチキンカツカレー930円です。見てください。このどこからどう見ても美味しそうなチキンカツを。カツはサクサクでお肉は柔らかく、カレーはスパイスが効いてて美味しかったです。奥に見えるのがレセプション。周辺がすでにおしゃれですね。こちらはホテルショップ。ここでしか買えない一品が売られているようです。レセプションの前にも陶器が飾ってあったり、奥にスロープがありますね。この先にはユーティリティルームというものがあるみたいです。せっかくなので覗いてみましょう。部屋のドア前に除菌用アルコールディスペンサーも。こちらがユーティリティルーム。左手にはトレーニングマシンが並んでいますね。本もあったり、アイロンや自動販売機などもこちらの部屋にあるようですね。こちらにアイロン台とアイロン。こちらの机にはコンセント完備。自動販売機のラインナップはこんな感じ。書籍は京都にちなんだものではなさそうかな。製氷機もこちらにありました。無料ですね。ジム利用者向けのタオルも完備。テクノジム製のトレッドミルが2台。テクノジム製のアップライトバイクも2台。テクノジム製のダンベルセット。トレーニングマットもテクノジム製ですね。ウォーターサーバーもあります。そしてこちらのホテルにはプライベートスパもあります。公式サイトの写真で様子をお伝えしますね。3つあるうちの1つ、1室60分6000円となっています。広さもあり、雰囲気も良いプライベートスパですね。
次のスパルームは1000という名前だそう。こちらは丸みを帯びたデザインになっていますね。1室60分7000円です。3つ目のスパルーム、玉。最初の方と似た感じのスパルームですね。1室60分7000円です。他にもエステメニューなんかも揃っています。たくさんのメニューが並んでいますので、気になる方は一時停止してくださいね。冒頭、到着時にも紹介したロビーへ視線を移していった右側が気になりますよね。こちらの階段を降りると、なんとレストランに行けるようです。先ほどの階段の隣にはサレイプロデュースドバイ祇園綴りがあります。その正面に卵みたいなオブジェも。先ほどのバーは祇園綴りがプロデュースしているそう。綴りらしくお茶にちなんだメニューが多くあります。期間限定かもしれませんが、かき氷なんかもメニューにありました。ロゼというスイーツが個人的にはとても気になります。ドリンクメニューはこちら。お茶の飲み比べなんかもあるみたいです。基本的にお茶のメニューと、あとはお酒類がいただけるようです。夕食の時間になったので祇園に移動し、気になるお店にやってきました。お好み焼きや鉄板焼きがいただけるユーというお店です。ホテルからも一応歩けます。店内に入って注文を、カルピスとウーロン茶をいただきました。厨房の中ではご主人と奥様かなが調理を進めてくださってました。調理用の鉄板に注文したお料理の種が投下されました。ヘラを使って形を整えていきます。その向こうではもう一品調理が始まりました。ああ、もう絶対あれは美味しいやつです。しめじとベーコンですね。そして焼きそば麺が置かれ、その隣にオリーブオイルが。油に唐辛子とガーリックの香りを移しつつ麺の調理を。一方、鉄板焼きの方には豚肉が乗せられました。麺と具材、そしてオイルを混ぜ混ぜして調理していきます。完成しました。ペペロンチーノの焼きそばです。これめっちゃ美味しかった。そしてお好み焼きの豚玉、これもとても美味しかったです。そしてコーンバターも終始焼いてる様子を撮影してたら、ご主人が「そんな珍しい」なんて笑いながら話しかけてくれたり、またお伺いしたいです。おはようございます。朝がやってきました。ホテルの地下1階にあるレストラン7-1です。ちなみにエレベーターでも移動できますよ。受付で朝食券を渡し、早速席まで案内していただきます。座席数は78席と決して広くはありませんので、タイミング次第では混むかも。席に到着したので早速ビュッフェ台を見ていきましょう。まずはこちらから見ていきましょう。アップルジュース、オレンジジュース、水、牛乳、トマトジュース、グレープフルーツジュース、ホットミルク、祇園綴りのお茶、
続けてこちらも見ていきましょう。宿泊がクリスマス前だったこともあり、シュトーレンが並んでいました。ティーアースのティーバッグ、こちらはいろいろとお料理が並んでそうです。最強味噌チキンハッシュドポテト、スクランブルエッグハム&ソーセージ、ケチャップマスタード、ジャムやバターマーマレードなど、オリーブパンブリオッシュ雑穀パンミルクパン、クロワッサンパンオショコラ、デニッシュロールシナモンパンオレザンデニッシュロールクリームミニ食パン、コーンフレークや玄米フレークオールブランドライフルーツ牛乳。次はこちら、豆乳ヨーグルト、フルーツ杏仁豆腐、ピュアナチュールオーガニックヨーグルト、甘酒塩麹ソースオリゴ糖、オレンジメロンパイナップル、コールミートスモークサーモン、ゴーダチーズカマンベールチーズ、サラダのコーナー、プチトマトミックスビーンズ彩り野菜ミックス、ミックスレタス、アーリーレッドのスライススプラウトミックスプチトマト、ドレッシングは4種類、生姜とか珍しいかも、ケッパーオリーブピクルスセミドライトマト塩麹クリーム、祇園川勝の京漬物が並んでるコーナー、8代目義兵の銀シャリを使った酢飯、ゆず大根すぐき漬け、赤かぶら漬けハリハリ山椒、きゅうり京しば漬け。こちらは和食のコーナーのようですね。こんにゃくに山崎豆腐店のお揚げと切り干し大根の炒めにさつまいものレモン煮、オクラのごまあえチドリスと沢井醤油を使用した南蛮漬け、今日三山湯葉東山ゆう豆の組み上げ湯葉、だし醤油、山里商店の粒味噌で漬け込んだ西京焼き自家製だし巻き卵、8代目義兵の銀シャリ、柿前商店のガツオと昆布で取った温かいおだし、焼き海苔お茶漬け用ブブあられ沢井醤油、ネギお麩、山里商店のお味噌を使った赤だし淡路のオニオンスープ、祇園辻のお茶を使った黒毛和牛のしゃぶしゃぶなんてものもありました。ちなみにお料理が並んでいない時はお願いすれば作っていただけます。正直作ってもらって出来たてをすぐ食べるのが一番おいしいです。持ってきたお料理たちがこちら。どれも美味しそうで持ってくるもの迷います。黒毛和牛のしゃぶしゃぶ、牛肉が苦手な自分でも美味しくいただけました。サラダもしっかりいただきます。ごぼうと柚子のドレッシングも美味しかったです。温かいおかずもしっかりと。西京焼きがあまりに美味しすぎました。お茶漬けもとても美味しかったです。フルーツは大好きなメロンとパイナップルを、珍しくパンも持ってきました。やはりホテルブレッドって美味しいですよね。食事が終わったらこちらの札を裏返して退席です。ごちそうさまでした。
名残惜しいですが、チェックアウトの時間となりました。ザ・ホテル東山京都東急、いかがでしたか？京都駅から無料のシャトルバスが出ており、祇園エリアからも近いので、京都観光、特に祇園、東山エリアの観光拠点としてとても良さそうでした。電車は乗り換えが少し大変なものの、そのおかげもあってか、周辺は割と静かなのでゆっくり過ごすこともできる超おすすめホテルです。さて、気になる料金の発表ですが、今回特殊な経緯で予約したので、参考までに Yahoo トラベルで同じ時期の金曜宿泊2名朝食付きで44,000円でした。1名あたり22,000円ですね。いつもはここで終わりですが、今回もチェックイン前後で観光を兼ねて神社参りをいくつかしたので、京都観光の様子もお届けします。チェックイン前の参拝、まずは豪王神社にやってきました。御祭神でもある和気清麻呂公の命の銅像、幅3メートル、高さ2メートルもあるさざれ石、君が代にも読まれていますよね。国宮家御霊殿、国家は伊勢神宮の大宮司に就任されていたりしますね。こちらは伊勢神宮の妖拝所。妖拝所とは遠く離れたところから神仏などをはるかに拝むために設けられた場所だそう。境内の紅葉って綺麗なことが多いですよね。こちらが豪王神社の拝殿。毎年11月末から翌年の干支が描かれた大絵馬が設置されるそうです。本殿前にある中門、祈願殿の前にあったご神木、立派な大樹ですね。根元には豪王神社のシンボルとも言われるイノシシの像も。まさかの境内案内がデジタル。驚きました。昔からしぶとい腰痛が良くなりますように。こちら表門、参道の真ん中に足難儀回復ご守護石と書かれた石柱。この日の参拝はほぼ徒歩移動だったのでちょうど良かったかも。御朱印もいただきました。直書きでした。豪王神社の目の前にある京都御苑、その中にある白雲神社にやってきました。御祭神は一木島姫野の命となっています。こちらが本殿、立派な造りですね。こちらがご神木かしら。あ、こちらが参道でした。白雲神社の案内書き、音楽や芸事上達のご利益があるみたい。静かで落ち着いた空間でした。御朱印は直書きでした。京都御苑を出て丸太町通りを通ってやってきた熊野神社。御祭神はイザナミの命、イザナギの命など、御朱印は書き置きでした。熊野神社から少し歩いたところにある平安神宮にやってきました。大天門、重要文化財として指定されています。平安京の大天門を8分の5のスケールで模したそうですが、これの倍近いのね。境内に入りました。門の内側なので思ってはいましたが、かなり広大です。そして思ったより人がいないですね。日本の参拝客は見かけませんでした。正面にある大極殿は改装中となっていました。神苑は広そうなので今回は入らず、御朱印は直書きでした。チェックアウト後に訪れた八坂神社。参拝客が多かったですね。御朱印は直書きでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。ゆうたびでした。